しております。メロカンです。今回はソファー DIY ということで、ソファーの DIY なんか素人にできるのかと思うかもしれないんですけれども、いろいろ考えまして、2x4 材だけでなるべく簡単に、難しいカットとか複雑な設計とかではなく、誰でもソファーの枠を作れるっていうことを目標に考えてまいりました。早速パワーコメリの木材 2x4 材を買いに行きたいと思います。チャプターリストから好きなシーンへ飛ぶこともできます。お時間がない方はぜひご活用ください。木材ってやっぱり何ですか、生もの、個体差があるものなので、割れてたり歪んでいたりとか、もしかしたら DIY 初心者の方は何を選んだらいいか、どういうのを選べばいいか分かんないっていう方もいるかもしれないので、今回はその辺もちょっと選び方、木材の選別の方法なんかも、祭りやってる、おみこしやってますね。はい、木材の選別方法なんかもちょっと簡単に説明していけたらと思います。ソファー本当に思ったんですよね。結局ソファーって何年か使っていくと、安いやつだけかもしれないんですけど、すぐにへたったりとか、中の綿の部分とかスポンジの部分がへたってきて、骨組みの部分がね、体に当たってちょっと痛いとか、生地の部分も破れちゃったりとか、縫い目が裂けたりとか、小さい子供が生活してたりすると激しい動きもするので、それで破れちゃったりとかすると思います。あれですよね。合皮レザーなんかもめちゃくちゃデザインかっこよくて、買った時なんかは本当最高におしゃれだと思うんですけれども、やっぱり経年変化でちょっとペリペリ剥がれてきてしまったりとかすると、もう買い替えになっちゃうと思います。ここで思ったんですけれども、フレームの部分を自分で DIY して、中のスポンジの部分とか、座面と、座面と後ろの背もたれの部分がへたったらもう買い替えるっていう風にした方が、トータルで、長い目で見てコスパがいいんじゃないかって思ったんですよね。ただあんまりそういうことしてる人っていないと思うので、ちょっとメロカンの方で実験というか、うまくいくかどうかはわからないんですけれども、失敗したら失敗したで、メロカンを見てくれてる方の参考になればいいんじゃないかなと思って、そういうスタンスで動画を上げさせていただいているので、結構コメントでね、このやり方だと失敗するよとかいろいろ教えてくださる方もいらっしゃるので、本当にありがたいんですけれども、もうメロカンはもう失敗する体でやってるみたいなところもありまして、他の方が気になってるけど踏み切れない、失敗が怖くて踏み切れなかったりとかすることを、メロカンがやって、それを反面教師にしてもらったりとか、この動画の失敗を見て、やっぱりこういうのやり方は良くないんだなとか、真似しないようにしようっていう風になってもらってもいいですし、逆に革新的なアイデアがね、成功に結びついて、いろんな人が真似してくれれば、それはそれでウィンウィンということでやらせていただいてます。はい、ということで、パワーコメリ到着しました。まずは台車をゲットし、そのまま木材売り場へ向かいます。木材を選ぶときに見た目や綺麗さを気にしがちですが、一番重要なのは反りやねじれがないことです。平らな地面に置くとよくわかります。そんなことしたら怒られるんじゃないのと言われそうですが、むしろこれは私が初心者だった時にホームセンターの店員さんに教えてもらった方法なので、堂々とやって大丈夫です。茶色い線が入った部分は柔らかく傷がつきやすいので、なるべく避けた方がいいと思います。それから今回はソファー用なので、こんな節穴があると衣服に引っかかりそうなので避けるようにします。キラキラした部分があったら蜜が溜まっているので要注意です。
夏になるとそこからベトベトした蜜が出てくる場合があります。多少のひび割れは強度的には問題ありませんが、今回はなるべく肌触りを良くしたいので避けるようにします。ということで、今回使用する 2x4 材を10本厳選しました。今回使用する木材はこれだけです。先にネジなど細かいものを選んでくるべきでした。台車が周りの迷惑になりそうです。長さ 75mm のコースレッドと布やすりの120番と400番を購入して帰りました。これくらいの木材ならステップワゴンに余裕で乗せることができますが、乗らない場合は軽トラをレンタルします。家に着いたら早速 DIY スタートです。まずは設計図通りに木材をカットしていきます。久しぶりに 2x4 材をカットしましたが、厚みがあるとかなり抵抗がかかるので切断面が焦げてしまいます。動画の途中でカットした木材の寸法や組み立て方を公開していきます。初心者でも簡単に真似できるシンプルな構造です。一応木材をクランプするときは端材をかませて跡がつかないようにします。今回の DIY は組み立てが簡単な分、細かいところに気を配っていきたいと思います。蒸気の長さにカットが完了しました。2x4 はホワイトウッドという木でできており、他の木材より表面は比較的ツルツルしている方ですが、今回はソファーなので研磨してより肌触りを良くしていきたいと思います。まずは切断面のバリや部分的にザラザラしているところを粗めの120番を使って落としていきます。仕上げに全体を400番で研磨しツルツルにします。ここまで細かいヤスリを使うのは初めてなので、どんな手触りになるか楽しみです。この本数を全て研磨するのはなかなか重労働ですが、快適なソファーで過ごすために頑張っていきます。これで大きなバリやザラザラした部分は全て除去しました。この時点で購入した時よりもかなりツルツルになったので、一瞬もうこれでいいかなと思いましたが、やはり今回は家族も使うものなので、もう一踏ん張り頑張りたいと思います。ちなみに地元のホームセンターでは布やすりの中で一番目が細かいのが400番でした。1枚をぴったり3等分に切り分ければサンダーで3回使うことができます。左側が120番のみ、右側が400番で研磨した状態です。120番の時点で十分ツルツルしていますが、400番はレベチでした。動画では分かりにくいかもですが、ずっと触っていたいくらいのツルツル、スーパーツルツルを超えたスーパーツルツル、スーパーツルツル2ってところです。研磨が完了したので、続いて 2x4 材を塗装していきます。今回使用するのは
内装用塗料として人気のワトコイルです。木の風合いを残しながら撥水効果が期待できます。カラーはこちらの3色所持していますが、今回は床の色に合わせてダークウォルナットとエボニーを混ぜ合わせてみることにしました。妻に許可を取ってお弁当用の器に出していきます。エボニーを入れすぎました。かなり色が濃いので少量で十分です。久しぶりすぎて塗り方を忘れてしまったので、とりあえず防腐剤と同じ感覚でハケを使って木材に浸透させるように塗っていきます。後から気づいたことですが、ワトコオイルはそこまで木材に吸収されないので、塗りすぎると拭き取りが大変になります。この時は明らかに塗りすぎてしまっています。結局ウエスに染み込ませて木材に色をつけていくくらいがちょうどいいことに気づきました。この方法なら無駄に塗りすぎることもないので、塗料が垂れないですしムラになりにくいです。塗り終えたら30分放置し、浸透しきれなかった塗料をウエスで拭き取ります。映像は地味すぎるのでカットしました。拭き取り後はさらに1時間経過後に2度目の塗装を行います。2回目は1回目の時より塗料の浸透が少なくなるので、1回目の3分の1程度の量で塗っていきます。正直見た目は1回塗っただけで十分な気がするのですが、ワトコオイルは重ね塗りが基本で、最低でも2回は塗る必要があるそうなので、ここはおとなしく言うことを聞いておきます。続いてオイルが乾く前に400番の耐水ペーパーで研磨します。乾く前に研磨をすることで削った粉が木材の細かい隙間に入り込み、さらに触り心地が良くなるそうです。この作業は布やすりではなく耐水ペーパーで行い、電動サンダーでは削りすぎてしまいそうなので手作業でやっています。このチャンネルにしては今回かなり塗装や研磨に手間をかけていますが、個人的なこだわりでやっているので必ず必要ではありません。とにかく簡単に手早く済ませたいという人はカットと組み合わせでの部分だけ参考にしていただければと思います。なんとなく言われないと気づかないレベルで光沢が出た気がします。完全に自己満足の領域です。あとは1回目と同じ流れで表面に残った塗料を完全に拭き取っていきます。拭き取りが甘いと乾燥時間が遅くなったり、塗料が表面に固まりベタつきが生じる場合があるそうなので、すでに腕が限界ですが頑張って拭き取ります。やはり塗布量が多すぎたのか、ワトコイルはこういうもんなのか、拭いても拭いてもウエスに汚れがついてキリがないので、一旦ここで終わりにします。ワトコオイルはここから24時間以上乾燥させてようやく塗装完了になります。時間がなくてさっと済ませたい人には圧倒的不向きですが、仕上がりが楽しみです。24時間も待てるかということでソファーを組み立てていきますが、念のためにもう一度拭き取ってみたいと思います。言うて結構な時間が経過しているので、さすがにもう色落ちしないんじゃないかとかすかな希望を抱いていましたが、バッチリ色落ちしました。このままではソファーに座るたびに服が汚れてしまうので、限界まで磨いてみることに。
端を拭き取るたびに色移りは少なくなってきているので、ほどほどにして終了しました。見た目はもちろん変わりましたが、本当に撥水効果があるのか気になったので水を垂らしてみましょう。ミ塗装の時点で多少撥水できているように見えますが、水を拭き取ってみると吸い込んだ跡がわかります。塗装後の方は全く跡が残っていないので、何かをこぼしてもすぐに拭き取れば大丈夫そうです。やっとソファーを組み付けるところまでたどり着きました。まずは手すり部分をイメージ図通りに組んでいきます。各パーツの長さが近いので、よく確認しながら形にしてみます。肘掛けや座面の高さはかなり悩んで快適な位置を計算してあるので、イメージ図通りになるように印をつけておきます。木材を印に合わせたらずれないようにコーナークランプで固定します。一人作業でちょっと誰かに押さえててほしいという時は、こういうクランプが大活躍します。木割れ防止のためにネジの径よりも少し小さめのドリルで下穴を開けます。2倍材の厚みが 39mm なので、長さ 75mm のネジを使います。ちなみに今回分解したくなった時のためにボンドはつけずに組み立てていきます。ネジも木ダボで隠した方が見た目が良くなるのですが、過去に分解しようとした時に苦労した経験があるので、やはり今回はやめておきます。まずは T の形になりました。もう片方もビス止めして H の形にしていきます。H の形になったら、この上に肘掛けパーツを乗せて固定します。木の裏表を確認し、見た目や手触りがいい方を上に向けながら組んでいっています。この時点で小口部分を塗り忘れたことに気づき、若干テンションが下がっているところです。なぜか小口部分は見えないから塗らなくていいと勘違いしてました。後で塗り足します。肘掛け部分が組み上がりました。撮影はしていませんが、これと全く同じものをもう一つ作りました。続いて座面を左右の肘掛けに固定していきます。これで一気に椅子っぽくなるはずです。この印に合わせてビス止めしていきます。どっちを外側に向けるか真剣に悩んでいます。正直自分はどうでもいいんですが、妻だったらこっちかなと好みを予想して決めているところです。全長約 1700mm になる設計なので、実際に組んでみるとなかなか迫力のあるサイズです。ここで購入した 75mm のビスだと貫通まではしないにしても長すぎることに気づきました。手持ちでちょうどいい長さのビスがないとまた買いに行かなければならないので必死に探します。まずは両端を固定し、ソファーを安定させてしまう作戦です。
もうがっつり座っちゃっています。 2x4 材は頑丈なのでこの4本だけで座面の強度は十分です。続いてクッションの落下防止用に座面の前後に 2x4 材を縦向きに取り付けていきます。木材を合わせてみると寸法がギリギリすぎてビス止めできない状態です。ダメ元でハンマーで叩いてみます。さすが DIY 歴5年、寸法が精密すぎて入らなかっただけでした。ここはそんなに体重がかからない部分なので、とりあえず5箇所均等にビス止めしておけば大丈夫だと思います。気づいたらソファーがとんでもない重量になっていました。完成後重さを計測しています。反対側も超精密寸法のためハンマーで叩いてねじ込みます。このはまった時が気持ちいいんだよねと調子に乗り始めるも、ここで悲惨なことに。勢い余って指ごとはめ込んでしまいました。こういう時に撮影を止めないところが YouTuber として評価されるポイントだと自負しています。今度こそ慎重に板をはめ込んでビス止めします。この状態でついでに背もたれ部分も取り付けていきます。横からビス止めしようと思いましたが、またしても問題発生です。今度は 75mm のビスでは届かないことが判明しました。 2x4 材の幅は 89mm、 さすがにそんなに長いビスはないよなと思いながら家の中を探していると、奇跡的にありました。以前屋根のたるき部分に使用した時の余りです。ネジ1本では心もとないので、その辺に転がっていた L 字金具も取り付けて強度を出します。下穴を開けるにも通常のドリルでは短すぎるということで、長いドリルを探してみると、なんとこれも見つかりました。自分で買っておいてなんですが、使う機会が少なすぎて存在を忘れていました。下穴を開けようとしたところ、途中で何かにぶつかってしまいました。どうやら違うビスに干渉してしまったようです。次から次に問題が発生し、なかなか作業がはかどりません。無類のビス止め好きにとってこのスーパーロングビスはただのご褒美です。ってほどまでに絶好調な晴れ晴れとした気分はなかったな。最高に入ってやつだ。続いて L 字金具を取り付けます。小さいネジはたくさん持っているので適当に使っていきます。これは気持ちいいタイプのビス止めではなく、繊細さが求められますが、強度を上げるために頑張ります。
これでイメージ通りのソファーが組み上がりました。まだ完成ではなく、使用していて強度に不安を感じた部分を動画の最後に補強しています。一応このままでも座れますが硬いので、早速準備していたクッションを設置していきます。クッションは50センチの正方形で厚さ12センチのものを Amazon で購入しました。中は耐久性のあるウレタンで、カバーは簡単に取り外して洗濯することもできます。背もたれの板が直角なので座り心地が心配でしたが、抜群にいいです。間にクッションを置いて好みの位置に調節できるので全く問題ありませんでした。寝心地も良すぎて、このソファーにしてから昼寝で爆睡しすぎて夜寝れなくなってしまうので困っています。その後、小口部分もちゃんと塗装しました。2本のビスで体重を支えている状態に不安を感じたので、残りの端材で補強することにしました。補強後の姿がこちらです。内側に 2x4 材を取り付けただけですが、これで座面が落下することはなくなりました。それから頑丈な 2x4 とはいえ 1700mm を横にしているだけなので、真ん中に思いっきり座ると座面が少したわみます。使用しているうちにポキッと折れたらやばいので、念のために真ん中に足を追加しておきます。これで安心して体を預けられます。真ん中の前後に足を追加し、座面の上から2箇所ビス止めしました。それだと少しグラグラしたので、さらに下から L 字金具で固定しました。ソファーの重さを測ってみると 32kg。当初の予定では足にキャスターをつける予定でしたが、ソファーが重すぎて耐荷重量をオーバーしそうだったのでやめました。足の裏にフェルトを貼ったところ、傷防止プラス滑りやすくなり、これなら楽に移動できそうです。ということで、いろいろ予定外のこともありましたが、これで 2x4 材だけのシンプルなソファーが完成です。後から補強した部分も含めて、今回購入した木材だけでうまく DIY することができました。L 字金具は6個使用しましたが、もし家に転がっていなければ100均のもので十分だと思います。これから毎日使っていく中で新しい発見がありましたら、また動画にしたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントなどをいただけますとものすごく嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。